前回は移動チューブのデザインをしたな。塩漬けにしておよそ半年。長かった。でもこれで移動時間が短縮できるかもね。まあ利用効率を見ながら延長しよう。それと謎の配管崩壊を食い止めたわね。あれは原因がわからん。時間をとって検証したいネタね。普通に考えればグリッチなんだけどな。まあそうでしょうね。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。いきなり黄昏ている件について。黄昏もしますよレイムさん。黄昏すぎて外人さんみたいになっておる。当コロニーには癒しが必要だ。それで隊員の寝姿を見てたのね。実に幸せそうである。布団もないけどまあ適温の範囲だし、酸素も十分だろうからね。考えてみれば活動領域丸ごとエアコンの管理下みたいなもんだからな。そら快適よね。さて、少し癒された。今回もやっていこう。はいよ。また補給品が来ていた。条件知らないんだけど何なのかしらね。2週間程度に一度、とかじゃないかね。感覚的にはそんな感じね。まあ画面が賑やかになるからありがたいけれども、式にも影響がありそうだし、いずれ適用していこう。そうしましょうか。さて、我らのコロニーは、水がタプタプな件について、水場を拡張しようか。その間にハイドラ姉さんに来ていただこうじゃないの。作り方をおさらいしておかないとな。結構、複雑だからね。それと、宇宙だからポイしないように石膏ボードも貼らないとな。あとはバランスが取れるかどうかね。それと配管の取り回しもだな。ああ、忘れてた。それがあったのか。もうかなりギチギチだからな。今後のこともあるし、設置場所を変えない？今はカメラに映ってるここにしようと思ってたけど。この右の海洋バイオームを滅ぼしてそこに拡張したら？電気分解装置を何台回すかによるんじゃないかな。これからロケット関係であの辺はごちゃつくのがわかってるから、予防はしておきたいわ。冷却の配管もあるしな。検討しておきましょう。そうだな。移動チューブが完成したわ。ようやくか、本体を作るのに時間がかかったな。金属を節約するために鉛を使ったからね、運搬に時間がかかってしまった。金属不足か、最大の難問だよな。現状で、掘る以外に手がない。よその惑星を当てにはしてるけども。そういうことでもないしね。金属火山が喜ばれるわけだよ。しかしうちのコロニーではもう期待できないからね。わかってるよ。これだけ水資源が出てくれてるんだからこれ以上を期待したら罰が当たるわ。マリサさん、これ変じゃない？どうしたバッテリーが空っぽ？蒸気タービンから来てるはずの電力なんだけどね。元気に稼働してるけど、なんだこりゃ？よく見なくても変な配電網になってる。大電力にして共食い発電に回してるのかこれ？なんか思い出してきた。石炭が足りないとか言ってた頃に急増で繋いだんじゃなかったっけ？そんなことをやった気もする。しかし根本的に間違ってるから電力回らないだろこれ。何を考えていたのか知りたいところね。疲れてたんじゃないのかな。気体クーラーがいい仕事をしてるわ。まったくだな。恐るべきは雪塩水の冷却力だ。この辺、一帯に冬が来ていたからね。熱源系の施設を溜め込んで正解だった。あの頃は液体クーラー関連をどこに設置するかで相当悩んだからね。結果的に正解だった。むしろ施設を丸ごと雪塩水にドボンでもよかったか？それだと多分蒸気タービンが回らないわ。それもそうか。しかし付き合ってみると蒸気タービンの凄さがわかるわね。とんでもない施設だよこれ。液体クーラーと組み合わせた人は天才だな。水場の一時的な拡張も終えたわ。隊員の皆さん、お疲れ様です。液体タンクを5台も挟んでもタプタプね。水の汲み出しを一時停止するかね。確かスイッチをつけてたはずだから。液体ポンプにはつける癖がついてるわね。このメイン水源みたいにほぼ止めないやつ以外はつけるようにしてる。作るのに時間がかかるのが唯一の欠点かしらね。欠点を補ってもなお、あまりある特典だけどな。このエリアが仮想への第二突入場所ね。そのつもり、スーツドッグもつける。ここのスーツは鉛は使えないわね。そうだな、他の金属を出すしかない。どっかに無限に金属が出てくる装置でもないものか。酸素って金属にならんのかね？切羽詰まっておかしなこと言い出した。金属は常温で固体だもんな。あ、サビが酸素含むじゃん。マリサさん、あなた疲れてるのよ。野生のトロトロスリップスターがいました。マグマのすぐ上か、環境的には最高ね。ここでその血統を受け継いでほしいもんだ。いずれ卵泥棒を派遣しましょうか？いや、良いんじゃないかね。まあいてくれるだけでバックアップになってくれるのか。そういうことだな。動物の野生化もしないとだったわね。バフ、付属が対象かな。ピップは特にね。今回、一度絶滅寸前まで行ったからな。バグ族もどこかで増えてくれてると良いんだけど、太陽バグの卵で薬が作れるんだったか。確かそう。
放置欄対策だったと思うわ。昔は対策なしだったとか聞くけど恐ろしい話だな。しかも最後は多避だったというからね。ハードすぎる。うちでは隊員にもはやそんな危険はないと思うけども。寿命を迎えない限り永遠に生存するんじゃないかね。ちょっぴり悲しくなってきた。感情移入しすぎだろ。マックス、いや、マリーが掘削に来てくれた。頼もしいわね。アビサライトを掘れるのは限られてるからな。そうだったわね。っていうかなんだこの煙？あれ、こんなだったっけ？今回のデータのサムネを引っ張ってきたわ。全然違うじゃねえか。なんだこれ、火事でも起きてんの？このゲーム火事とかあんの？いや知らないけれども。収録中は気がつかなかったけどな。今後、気をつけておきましょう。黙々だな。誰かタバコでも吸ったかな？どんだけでかいタバコなのよ。補給品はオキシライトにしておこうか。酸素はいくらあっても困らない。本当か？実際、鼓膜が破れてますけども。それでも低ストレス環境なのがすごいわ。次回、コロニーの概要も見てみようか。そうね、時間による経過とかも見れたはずだし、視聴者様に見てもらいたいのもあるけど、うちらも見てみたい。この1年の変遷ね。ストレスに関してはあれかな。全員が火傷したあたりがピークかな。あれはひどかった。サムネよく見ればあまり隊員なんか多避にかけだな。これはひどい、ひどすぎる。まああの危機を乗り越えたから今があるわけだ。やる必要のない突入だったけどね。うるさいぞ。ハイドラ姉さんの予定地を見に行ってみよう。よろしくお願いします。ふむ、収まるかしらね。わからん。以前に3度で組んだデータを見直しておくよ。それが良いと思うわ。いきなりデザインすると収まらない気がする。どういう形で配置するかにもよるんじゃないかね。いくつかの作例も見ておきましょうか。増えないワカメ募集中。そんなもんはない。はい、次に行くわよ。現実は船に非常だ。そういや黙ってましたけど、ロドリゲス用の熱水をこっちにも引っ張るように配管してもらってました。思ったよりも蒸気噴出口の噴出量が足りない感じなんだよな。まああくまで蒸気、だからね。蒸気噴出口に直接、蒸気タービンを繋いでる人っているんかね。液体クーラー経由しか見たことない気がするわ。そもそも冷却能力を逃がす設計にする必要がないのか。むしろ欲しいのはそっちだからね。現実世界の発電力ってどういう順番なんだろうな。トップクラスは原発、火力と水力は低い方かな。天然ガスや石炭、地熱あたりが規模による感じかね。あとは持続可能かどうかも今は焦点でしょうね。石炭なんかは限りある資源だからな。うちでも枯渇して騒ぎになったしね。中国はよく破綻もしないでやってるよな。大都市部にしか配電していないんじゃないの？そうか、大多数の農村部は今でもかまどとろうそくの暮らしだったっけ。随分昔のテレビではそんなだったわ。かまどで作る野菜炒めがうまそうでな。向こうは温かいご飯ってだけでうまそうだからね。一時は中国のお姉さんがもりもり食べる動画が視聴数を稼いでいたっけ。取れたて野菜を大火力で炒める。お腹減ってきた。腹ペコになったところで今回は締めようか。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。